世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、リアクションというテーマに沿って一つお話しさせていただきたいと思います。これね、とりあえずめっちゃ大事ですよね。いろんな意味で。リアクションがいい人って、なんだかんだ人に好かれてる気がするんですよね。よく笑う人とか、いわゆる聞き上手な人って、こちらの話題に対して適度なリアクションをちゃんと返してくれますよね。あとはそれこそ出川哲朗さんみたいなね、驚いたり悲しんだりっていうのをしっかり見せてくれる人。リアクションがいいっていうのは、それだけコミュニケーションへのモチベが高いっていう風に相手からするとね、感じるんで、やっぱり一緒にいて心地いいんでしょうね。もちろんゲームの中でもリアクションっていうのはめちゃくちゃ大事で、そもそもゲームっていうのはインタラクティブなコンテンツ、エンターテインメントじゃないですか。つまりプレイヤーの行動とか選択によってゲームそのものに干渉できるっていうことね。プレイヤーが何らかのアクションを起こしたり、何らかの選択肢を選んだ時、それに対して必ず結果がついてきます。時にはストーリーだったり、時にはワールドマップだったり、時にはキャラクターだったりがいろいろな反応、リアクションを見せてくれますよね。この行動リアクション、選択リアクション、これらが積み重なって一本のゲームになっているわけですね。つまりもうゲームイコールリアクションと言っちゃっていいかもしれないです。で、今回はね、いつものごとくこのお話を戦闘にね結びつけていくんですけど、じゃあ戦闘の中でのリアクションって何でしょう。いろいろね答えはたくさんあるんですけど、その中でも多分一番最初に思いつくのってこれじゃないですか。ダメージモーション。そうです。プレイヤーとか敵が攻撃をした時にね、攻撃が相手に当たるとダメージモーションを再生してひるんでくれますよね。これこそが戦闘中に最もよく見るリアクションです。このリアクションがもしなかったらと考えると少しゾッとしますよね。世に出回っている AAA クラスのゲームでも敵を攻撃した時のね手応えっていうのは、血液のエフェクトとか SE とか、あとはコントローラーの振動だったり、それに合わせてカメラも振動させてみたりとかね、いろんなあの手この手を使ってプレイヤーが攻撃したという選択行動に対して最大限のリアクションをね返そうと日々努力してるわけです。というわけで今回はそのダメージモーションですね。どんなモーションが何種類ぐらい必要なのかっていうところをうちのゲームシステムと絡めてね考えていきたいと思います。現状使用しているダメージモーションは大きく分けて2種類あります。一つ目が比較的リアクション薄めな小ダメージモーション。もう一つが片手を地面についてね大きく上体を沈めるリアクション強めの大ダメージモーション。こいつらに方向違いの4種類のバリエーションを持たせてます。普通だったらね前から攻撃されることが多いんで、後ろ方向にねノックバックするダメージモーションになってるんですけど、例えば背後から攻撃された時用の前にノックバックするねダメージモーションとか、左から攻撃された時に右にノックバックするダメージモーションっていう感じでバリエーション違いがあります。あくまでそれは小さな違いに過ぎないので、基本的には2つのダメージモーションだけでやりくりしちゃってるわけなんですよね。これがねちょっと少ないかな、もうちょっとたくさん用意したいなって思ってるんですよね。で、この小ダメージと大ダメージの使い分けについてなんですけど、実はこれねかなり挑戦的なことをやってるんですよね。相手の残り体力、体力というかね、正確に言うと赤狼の体感ゲージみたいなものがあるんですけど、その体感ゲージがまだたくさんあるうちは小ダメージモーションで、残り半分を切ると大ダメージモーションが再生されるっていう風な仕様に今なってるんですね。これは以前別の動画でご紹介した HP ゲージとか、そういったゲージの類をなるべく表示したくないっていう熱く語った動画があるんですけどね、その思想にのっとって敵の体感がねあとどれくらいで削り切れるかっていうのをダメージモーションでプレイヤーに判断してもらおうっていう、今考えると少し無茶だなっていう感じのシステムで実装してるんですよね。でもこれね考え方自体はめちゃくちゃいいと我ながら思ってるんですよ。ただそれを実現するための表現力がちょっと足りてないっていう感じですね。例えばゲームスピードをねもっとめちゃくちゃ落としてダメージモーションすごくちゃんと観察できるみたいな風にしたら実現できるかもしれないんですけど、ちょっとそれだとねゲームの方向性がまた変わってくるので、今回はちょっとねそのシステム廃止しようかなと思っております。実はねこのシステム実装するために結構いろいろ頑張ってたんですよね。例えば小ダメージと大ダメージのひるみ硬直を同じフレーム数にするとかねやってたんですよ。体感が半分を切った時にね大ダメージモーションに変わっちゃうんで、コンボがつながりやすくなって負けてる側がより負けやすくなるみたいなことが起きちゃうとね、ちょっと戦闘バランス的に良くないので、大ダメージの方がひるみ硬直めっちゃ長そうなんだけど、無理やりねダメージモーションキャンセルできるようにして、実際はひるみ硬直同一フレームだよっていうことをやってたんですけど、
ど、それをね、全部廃止するので、超眼のね、システムの方に統一しようと思ってます。超眼っていうのは、ハンターハンターのね、行みたいな感じで、目に力を集中させることで、相手の情報をね、より多く受け取ることができるっていう仕組みがね、もうすでにあるんですけど、そっちの方にね、統合しちゃった方が、いろいろ何かとね、いいんじゃないかということで、ダメージモーションの使い分けっていうことは、もう別の要素にね、費やしていきたいと思います。ここでね、一つ前の動画でお話しした側撃、銃撃の話が出てきます。攻撃をね、カテゴリー分けすることで読み合いを回しやすくしようっていう内容の動画だったんですけど、もう単純にね、側撃は小ダメージモーション、銃撃は大ダメージモーションっていう風に使い分けしていきたいと思います。あとはクリティカルの要素ですね。敵の攻撃をジャストガードした時とか、ジャスト回避した後の一撃っていうのにクリティカル効果がね、乗るようになってるんですけど、効果内容としては攻撃のコンボ性能が上がるっていうのと、敵のね、ひるみ硬直が伸びるっていうのがあります。これを実現するために小ダメージ、大ダメージのそれぞれにクリティカルヒットバージョンですね。ひるみ硬直が若干伸びてるやつっていうのを用意してやれば、今のところね、機能的に必要とされるダメージモーションっていうのは全て賄えるんじゃないかなという結論に至りました。ただここでね、一番最初の話に戻るんですよね。リアクションが大事だよっていう話ね。結局のところ、例えば片手剣で戦う場合、ほとんど側撃で戦っていく武器種なので、ぶっちゃけクリティカル取った時以外の通常ヒットはね、毎回同じ小ダメージモーションが再生されちゃうわけなんですよ。相手の話に対してね、毎回同じ相槌を打つ人と喋ってて楽しいかっていう話ですよね。やっぱりね、機能的にはこれで大丈夫なんだけど、演出的な意味でね、小ダメージモーションにもいろいろ演技の違うバリエーションがね、欲しいっていうのが本音ではあるんですけど、ちょっといかんせんね、クオリティアップの項目になってくるので、優先度は少し落ちちゃうっていう感じですね。でもやっぱ冒頭でも語った通りね、リアクションがめちゃくちゃ大事っていうことは、もう僕自身ね、深く理解してますので、いつかね、そのクオリティアップの部分に着手できた時はね、また動画でご報告させていただきたいと思います。ということで今回はね、リアクションというテーマに沿って、ゲーム全体の話とかね、あとは戦闘にフォーカスした話っていうのをちょっとさせていただきました。今日は以上になります。お疲れ様です。